2000年12月30日深夜、東京都世田谷区の一軒家で一家4人が殺害された。犯人の指紋、血痕、遺留品が山ほど残されたにもかかわらず、25年以上経った今も犯人は捕まっていないのだ。世田谷一家殺害事件よね。これだけの証拠があって未解決なんて信じられないわ。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今回は2000年12月30日深夜に東京都世田谷区で起きた世田谷一家殺害事件を解説していくのだ。会社員の宮沢みきおさん一家4人が殺害された日本最大級の未解決事件よね。犯人はなぜ現場に11時間以上燃え続けたのか、そしてなぜ今も捕まっていないのか、じっくり迫っていくのだ。現場にアイスを食べた痕跡まで残っていたのよね。犯人の行動があまりにも異常すぎるわ。後半では僕止めたんで、犯人の正体と動機、そして25年間解決しない本当の理由について深く考えていくのだ。30以上もの説が飛び交う事件だもの。私たちなりの見解を話せるのが楽しみだわ。被害者の宮沢みきおさん、やすこさん、長女のニーナちゃん、長男のあやくん、4人の命が奪われた事件の全貌を届けるのだ。幼い子供たちまで巻き込まれた事件よね。胸が痛くなるわ。捜査には延べ28万人もの捜査員が投入されたのに、犯人は今も逃走中なのだ。28万人もの捜査員が動いてそれでも捕まらないなんて一体どういうことなのよ。その答えを探るために事件当日の深夜から丁寧に振り返っていくのだ。犯人が残した数々の謎の行動も一つ一つ解き明かしていくので、最後まで見ていってほしいのだ。ぜひ最後まで一緒に考えていきましょうよ。この事件の犯人は一家4人を殺害した後、翌朝まで現場に居座り、アイスクリームを食べ、パソコンで劇団四季のホームページを閲覧していたのだ。殺した後でそんなことを？どんな精神状態だったのかしら。まずは犠牲になった宮沢和也について知っておいてほしいのだ。4人全員が亡くなっているのよね。一人一人のことを教えてちょうだい。父親の宮沢みきおさんは当時44歳、都内の企業に勤める会社員で、家族思いの温かな人物だったと伝えられているのだ。普通のお父さんだったのね。母親のやすこさんは当時41歳で、自宅の一室を使って学習塾を開いており、近隣の子供たちに慕われる先生だったそうなのだ。やすこさんの塾の授業料として現金約20万円が自宅に保管されていたのだ。子供たちに勉強を教えていたのに本当に胸が痛くなるわ。長女のニーナちゃんは当時8歳、小学2年生だったのだ。友人によると、笑顔が絶えない明るい女の子で、学校でも人気者だったそうなのだ。8歳の子供が許せないわ。長男のあやくんは当時6歳、保育園に通う甘えん坊な男の子だったと語り継がれているのだ。家族4人で年末を過ごすはずだった夜が突然の悲劇に変わってしまったのだ。12月30日の夜に突然こんなことになるなんて、家族にとってどれほど恐ろしかったか。当日の行動を振り返ると、宮沢和也は12月30日の夕方から夜にかけて自宅で穏やかな年末の夜を過ごしていたと伝えられているのだ。子供たちは早めに就寝しており、みきおさんとやすこさんも深夜前にはそれぞれ休みに就こうとしていたのだ。ごく普通の年末の夜ね。それがなぜ？午後11時過ぎ、何者かが宮沢さん宅に侵入したのだ。東京都世田谷区上祖師ヶ谷3丁目、祖師ヶ谷公園に隣接する一軒家がその現場なのだ。公園に隣接しているということは、外からは人の往来もある場所なのね。宅内は中2階に子供部屋、2階に夫婦の寝室と居間が配置された構造で、階段が家の中心を貫く作りになっていたのだ。犯人はこの構造を利用しながら一家を次々と襲っていったのだ。家の構造まで把握していたということを事前に下見でもしていたのかしら。その可能性も捜査の焦点の一つになっているのだ。では、犯行当夜の凄惨な経緯を丁寧に追っていくのだ。覚悟して聞くわ。この後、事態は急転するのだ。午後11時過ぎ、犯人は宮沢さん宅に静かに侵入したのだ。最初に向かったのは中2階の子供部屋、眠っていた6歳のあやくんの部屋だったのだ。犯人は眠るあやくんの首に両手をかけ、強い力で締め上げたのだ。床には犯人が踏ん張った際の足跡がはっきりと残されており、いかに強烈な力がかけられたかを物語っているのだ。あやくんは声を上げる間もなく、その小さな命を奪われたのだ。次に犯人は階段を降り、1階へと移動したのだ。そこで物音に気づいたみきおさんと鉢合わせになったのだ。犯人はすぐさまヒップバッグから柳刃包丁を取り出し、みきおさんの体に何度も刃を叩き込んだのだ。みきおさんは階段下で倒れ、そのまま絶命したのだ。続いて犯人は2階の寝室へと上がり、布団に眠るやすこさんとニーナちゃんに向けて柳刃包丁を振り下ろしたのだ。やすこさんは目を覚まし、必死に両手で刃を防ごうとしたのだ。その防御創が、やすこさんが最後まで抵抗し続けたことを示しているのだ。どれほど恐ろしかったことか言葉もないわ。犯人はこの際、やすこさんの抵抗によって自らの手にも深い切り傷を負ったのだ。出血がひどく、
現場にはタオルや生理用ナプキンを使って止血した形跡が残されていたと報じられているのだ。自分でも傷を負いながらそれでも逃げなかったということ？そうなのだ。犯人は4人全員を殺害した後も11時間以上にわたって宮沢さん宅に居続けたのだ。この異常な長時間滞在こそがこの事件の最大の謎の一つなのだ。なぜそんなに長く現場に留まっていたの？犯人はまず家の中を物色し始め、安子さんの塾の授業料を含む現金や預金通帳、キャッシュカードなどを漁ったのだ。しかしその後の行動は金銭目的だけでは到底説明がつかないものだったのだ。どういうこと？冷蔵庫に入っていたアイスクリームを5個取り出し、スプーンも使わずにカップごと握りつぶして中身を絞り出すように食べていたのだ。その不気味な食べ方が犯人の異常な精神状態を如実に示しているのだ。殺した家の冷蔵庫のものを食べるなんてどんな感覚をしているのよ。さらに午前1時20分頃にはみきおさんのパソコンを起動して劇団四季の公式ホームページを閲覧していたことが捜査資料から明らかになっているのだ。被害者のパソコンを操作しながら演劇のサイトを眺めていたのだ。それって本当に異常な行動ね。まるで自分の家にいるみたいじゃない。疲労を感じたのか、犯人は2階の居間でクッションを枕代わりにして横になり、翌朝まで仮眠を取ったと見られているのだ。気がついたらブランシャツを脱ぎ捨てた形跡も残されていたのだ。4人を殺した家で眠るなんて本当に許せないわよ。犯人が宮沢さん宅を出たのは翌朝10時30分頃のことだったのだ。林家に住んでいた安子さんの母親が電話に誰も出ないことを不審に思い、ドアをノックしに来たのだ。お母さんが様子を見に来たのね。どれほど恐ろしいものを目にしたことか。この物音に驚いた犯人は多数の遺留品を現場に残したまま慌てて逃走したのだ。ラグランシャツ、ヒップバッグ、ユニクロのジャンパー、柳葉包丁、フランス製の香水、トラッカーのワールまで置き去りにしていったのだ。これだけの遺留品があったのになぜ未だに犯人が捕まっていないの？血液型は A 型、身長170センチ前後、右利きの比較的若い男性という特徴まで絞り込まれていたのだ。指紋も多数採取されており、当初は早期逮捕が確実視されていたと報じられているのだ。それだけの証拠があって25年以上経っても未解決なの？捜査に関わった元警視庁理事官は、初動捜査における聞き込みが十分でなかったことが長期化の一因だったと語っているのだ。延べ28万人もの捜査員が投入されながら、事件は今も未解決のままなのだ。初動捜査が甘かったということ？それは本当に悔やまれるわよね。殺人事件の控訴事項は2010年の法改正によって廃止されており、この事件は時効が存在しないのだ。警視庁は今も捜査を継続しており、2025年に25周年を迎えた今も情報提供を呼びかけているのだ。時効がないということは犯人が生きている限り逮捕の可能性は消えないということね。この事件で判明している犯人像についてまとめておきたいのだ。警視庁の捜査によると、犯人は A 型の血液を持つ男性で、身長はおよそ170センチ前後とされているのだ。遺留品からそこまで絞り込めているのね。犯行時に着用していたラグランシャツやユニクロのジャンパー、ヒップバッグは現場に残されたままだったのだ。さらにフランス製の香水、トラッカーのワールの痕跡も確認されており、これは当時の日本では比較的珍しいものだったのだ。フランスの香水まで持っていたの？それは独特の趣味だわ。指紋も多数採取されており、DNA も解析されているのだ。事件当時は比較的若い年齢だったと推測されており、右利きであることも判明しているのだ。これだけの情報があるのに特定できていないということは、データベースに登録のない人物ということかしら。まさにその点が捜査の壁になっているのだ。当時、前科がなければ DNA データベースに登録されておらず、照合そのものができないのだ。その後に犯罪を犯していなければ、今も記録の外に存在し続けているということになるのだ。つまり犯人はあの夜以外は普通に社会で生きている可能性があるということね。犯人の行動からはいくつかの得意な点が浮かび上がってくるのだ。一家4人を殺害した後、11時間以上も現場に泊まり続けたという事実がそれを物語っているのだ。11時間以上も同じ家にいたなんてどういう精神状態なのかしら。冷蔵庫に入っていたアイスクリームを5つ、スプーンも使わずカップごと握りつぶして食べていたのだ。遺体のそばでそのような行動をとるということは、死に対する感覚が著しく麻痺しているか、あるいは意図的に現場を楽しんでいた可能性が考えられるのだ。死体を前にしてアイスを食べるなんて人としての感覚が壊れているわよ。みきおさんのパソコンを使って劇団四季のウェブサイトを閲覧していたことも確認されているのだ。これが何を意味するのかは今も謎のままなのだ。劇団四季ね、偶然見たのか、それとも何か意味があるのかしら。2階の居間ではクッションを枕にして横になった形跡も残されていたのだ。捜査当局は犯人が仮眠をとっていたと判断しているのだ。4人を殺害した直後に眠れるというのは通常の心理状態ではないのだ。その家で
自分は殺した家族のそばで眠れるなんて想像するだけで恐ろしいわ。犯人の逃走は翌朝10時30分頃だったとされているのだ。林家に住む安子さんの母親がドアをノックしたことに驚き、多数の遺留品を置いたまま慌てて逃げ出したのだ。もし声をかけに来なければさらに長く居座っていたかもしれないのね。この事件は未解決のため、犯人のプロフィールは公式には確定していないのだ。ただ、残された行動パターンから捜査当局が想定する人物像は少しずつ描かれてきたのだ。どんな像が浮かんでいるの？元捜査理事官の大峰康弘氏は、犯人を根血による物取りと睨んでいると文藝春秋の取材に語っているのだ。フランス製の香水や遺留品の組み合わせ、宮沢家を標的にした経緯などを総合した見立てだとされているのだ。根血というのはどういう根拠からなのかしら。遺留品の品揃えや行動パターンが当時の日本の一般的な犯罪者像と異なる部分があると指摘されているのだ。ただしこれはあくまで一説であり、確定的な根拠には至っていないのだ。25年以上経っても確定できていない部分が多すぎるわね。この事件で最も胸が痛むのは、被害者たちの日常が突然断ち切られたという事実なのだ。宮沢みきおさんは当時44歳の会社員で、家族のために一生懸命働いていたと伝えられているのだ。子供たちのことを思うと言葉が出ないわ。長女のニーナちゃんは当時8歳、小学2年生だったのだ。長男のあやくんは6歳で保育園に通っていたのだ。2人とも翌日には新年を迎えるはずだったのだ。年末の夜に家族4人でいたはずなのに本当に残酷ね。みきおさんの母節子さんは事件から25年が経った今も存命で、2025年に開かれた有志集会では、夜になると悲しく寂しくなるという日記の言葉が読み上げられたのだ。94歳になってもまだ夜ごとにあの夜を思っているので、どれほど長い年月があの夜のまま止まっているのかと思うと心が締め付けられるわ。節子さんはこれまで何度も捜査への協力を訴え、情報提供を求め続けてきたのだ。孫たちの写真を胸に抱き続けながら解決の日を待っているのだ。遺族が生きているうちに必ず解決してほしいわよ。それは最低限の責任だと思うわ。警視庁は毎年事件の節目に情報提供を呼びかけており、懸賞金は最大2000万円に設定されているのだ。2025年の25周年に際しても、成城署の署長が絶対に犯人を検挙すると強い言葉で捜査継続を宣言したのだ。2000万円の懸賞金があっても情報が出てこないということは、犯人の周囲にいる人間も気づいていないのかしら。あるいは知っていても恐怖や利害関係から口を閉ざしている可能性も否定できないのだ。捜査当局はそこに突破口があると考えているとも報じられているのだ。誰かがどこかで何かを知っているはずよね。2010年の法改正で殺人事件の控訴事項は廃止されたのだ。この事件への法改正の適用については議論があったが、現在は時効なしで捜査が続いているのだ。犯人が今も生きているなら逮捕される可能性はゼロではないのだ。時効がないということがせめてもの希望ね。宮沢和也が過ごすはずだった2001年の元日は永遠に来ることがなかったのだ。ニーナちゃんとあやくんが成長した姿を節子さんは見ることができなかったのだ。その喪失はどれだけの月日が過ぎても薄まらないものね。この事件は今も日本最大級の未解決殺人事件として語り継がれているのだ。解決しない時間が積み重なるほど被害者家族の痛みもまた積み重なっていくのだ。一日も早く節子さんは報われる日が来てほしいわ。本当にそう思うわ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。この事件で最初に考えなければならないのは、犯人が一体どういう人間だったのかという問いなのだ。遺留品が大量に残っていて DNA 型まで特定されているのに未だ逮捕されていないのよね。それだけでも十分異常だわ。僕がまず注目するのは犯行後の行動なのだ。一家4人を殺めた後、犯人はアイスクリームを素手で握りつぶして食べ、パソコンで劇団四季のサイトを閲覧し、クッションを枕にして仮眠を取ったのだ。普通の精神状態でそんなことできないわよ。殺した直後に眠れるなんて感覚がどこかおかしいとしか思えないわ。そうなのだ。通常人は強いストレス下では睡眠が困難になるのだ。それが殺害直後に仮眠できるということは、罪悪感や恐怖心が著しく欠如している可能性を示しているのだ。反社会性パーソナリティ障害、あるいはいわゆるサイコパシー傾向というやつかしら。僕もその可能性を考えているのだ。サイコパシー傾向のある人物は他者の苦痛に共感する能力が著しく低く、自分の行為に罪悪感を持ちにくいとされているのだ。でもサイコパシーって生まれつきのものなの？それとも環境が作り出すものなのかしら。そこが確信なのだ。現代の研究では遺伝的な気質と環境の相互作用で形成されると考えられているのだ。つまり生まれと育ちの両方が絡み合っているのだ。じゃあこの犯人の育ちの部分で何があったと思う？僕はこう思うのだ。犯人は幼少期に
感情を適切に受け止めてもらえない環境にいた可能性があると思うのだ。感情を受け止めてもらえないというのはどういうことかしら。例えば怖い、悲しい、助けてほしいという子供の感情を養育者が無視したり否定し続けた場合、子供は感情そのものを無意味なものとして切り捨てる方向に発達することがあるのだ。それが積み重なると他者の感情も無意味に感じるようになってしまうのね。そうなのだ。他者の痛みへの無感覚は往々にしてそうやって育まれるのだと思うのだ。この犯人が示した冷静さはそういう長い年月の積み重ねの末のものではないかと思うのだ。でももしあの時誰か一人でも気づいてくれた大人がいたら違う結果になっていたかしら。僕もそれを考えるのだ。幼少期に一人でもあなたの感情は大切だと伝えてくれる存在がいれば、少なくとも共感能力の発達に違う道があったかもしれないのだ。それがもしあの時の分岐点でも現実にはそういう大人はいなかったのかもしれないわ。遺留品の中にフランス製の香水があったことも気になるのだ。ドラッカーノワールというその香水は日本では入手しにくい品だったのだ。香水にこだわりを持っているということはある程度の心理性や自己演出への関心があるということかしら。そうなのだ。これはサイコパシー傾向を持ちながらも社会の中でそれなりに振る舞える機能的な人物だった可能性を示しているのだ。表向きは普通に見えるけど内側に深刻な歪みを抱えていたということね。まさにそうなのだ。こういった人物は学校でも職場でも変わった人ではなく、少し変わってるけど普通の人として通っていることが多いのだ。だから周囲も気づかなかったという可能性があるので怖いわ。もう一つ注目すべき点がある。犯人は柳葉包丁を持参していたのだ。これは現場から持ち込んだ凶器であり、ある程度の計画性を示しているのだ。計画性があるとすると衝動的な犯行ではなくてある程度温めていた行動ということかしら。少なくとも凶器の準備という点では計画的な面があったのだ。ただ犯行後に多くの遺留品を残して逃走したことを見ると、完全に計算された犯行とも言い切れないのだ。計画性と衝動性が混在しているということね。僕はそれが重要なポイントだと思うのだ。計画と衝動が混在する犯行パターンは感情調整が不安定な人物に見られることがあるのだ。幼少期に感情のコントロールを学べなかったという話とつながってくるわね。そうなのだ。感情の調整能力は幼少期の養育環境で大きく左右されるのだ。適切な関わりを受けた子供は怒りや不安を言語化して処理できるが、そうでない場合は行動化することがあるのだ。行動化というのが最悪の形で出てしまったのかもしれないわ。さらに言うと、犯人が長男あやくんを最初に狙ったという点も僕には引っかかるのだ。最も無防備な子供から手をかけている。それって抵抗できないものから先に排除するという思考よね。感情よりも効率を優先している感じがしてゾッとするわ。そうなのだ。この行動順序は他者を感情の対象ではなく処理すべき障害として捉えている可能性を示しているのだ。人を人として見ていないということかしら。それが一番怖いわ。僕が生まれつきか環境かという問いについて一つ考えを言うとすると、この犯人には遺伝的な気質としての感情的冷淡さがあった上に、それを増幅させる環境があったのではないかと思うのだ。生まれ持った気質だけでも環境だけでもなく両方が重なったということかしら。そうなのだ。片方だけではここまでの行動にはならなかったかもしれないのだ。気質という土台に環境という水を与え続けた結果がこの犯行だったのではないかと僕は思うのだ。もしどちらか一方が違っていたら4人の命は失われなかったかもしれないということね。節子さんが夜になると悲しく寂しくなると日記に綴っている言葉を聞くと、そのもしの重さが一層胸に刺さるのだ。現実はそのもしが叶わなかったのよね。本当に胸が痛いわ。僕はやっぱりこの犯人は生まれ持った感情的冷淡さを環境によって進化させた人物であり、幼少期のどこかに確実な分岐点があったのだと思うのだ。私も同じ見方をしてるわ。でもその分岐点を社会が見つけられなかったこともまた問い続けなければならないと思うの。次にこの犯行がなぜ長期間気づかれなかったかという点を考えてみたいのだ。25年以上経っても解決していないのに現場にはあれだけ多くの遺留品が残されていたのよね。そうなのだ。指紋、 DNA、 血痕、衣類、香水、足跡とこれほど証拠が揃っていながら逮捕に至らない事件は極めて異例なのだ。普通ならすぐ捕まりそうなのになぜここまで時間がかかっているのかしら。僕が注目するのは初動捜査における地取り、つまり聞き込み捜査の甘さなのだ。未解決担当理事官の大峰氏自身が一目瞭然だったと指摘しているのだ。それは見逃せない問題よね。事件直後に周辺を丁寧に当たっていれば目撃者がいた可能性もあったわ。犯人は深夜11時に侵入し、翌朝10時半頃まで実に11時間以上もその場に滞在していたのだ。その間
周辺を通行した人間が誰も異変に気づかなかったという点も不思議なのだ。閑静な住宅街だったからこそ逆に深夜の動きが見えにくかったのかもしれないわね。それに加えて犯人は事件後に一切目立つ行動をとっていない可能性が高いのだ。隣家の住人がドアをノックするまで外部から異変を察知した者がいなかったことがそれを示しているのだ。犯人は計画性があったわけではないかもしれないけれど、結果的に非常に見えにくい存在だったということね。そこなのだ。僕はこう思うのだ。犯人は地域ポリニティの中で普通の人間として溶け込んでいた可能性が高いのだ。近隣の人物だったという意味なの？断定はできないのだ。ただ外国人や明らかな違法人であれば深夜の住宅街での長時間滞在は何らかの形で目撃されやすいはずなのだ。にもかかわらず誰も気づかなかったという点は犯人が周囲に違和感を与えない存在だったことを示唆しているのだ。確かに根血による物取りという説を押す元捜査幹部もいたけれど、日本語でパソコンを操作していたことを考えると日本の生活に相当精通した人物という見方もできるわ。そうなのだ。劇団四季のホームページを閲覧したという事実は単なる外国人の窃盗犯には結びつきにくいのだ。日本文化に深く浸透した人物像が浮かんでくるのだ。アイスクリームをスプーンなしで絞り取るように食べた行動も極度の興奮状態にあった一方で、場の空気に動じない異常な落ち着きを持っていたように見えるわ。僕はその落ち着きこそが長年この事件が解決しない鍵の一つだと思うのだ。現場で何時間も過ごしながら誰にも見つからず逃走後も静かに姿を消した。これは衝動だけでは説明できない人物像なのだ。社会の中で普通に見える人間が最も長く潜伏できるということかしら。次に社会構造の問題としてなぜ早期発見や介入ができなかったかを考えたいのだ。証拠がこれほどあっても25年解決できないというのは制度や捜査体制そのものへの問いでもあるわよね。まず DNA データベースの問題なのだ。犯人の DNA 型は解析されているが照合できる対象データベースが当時は非常に限られていたのだ。それは今も変わらないの？改善はされているのだが日本は任意採取が基本であり諸外国と比べて DNA の登録対象が狭いという構造的な問題が残っているのだ。犯人が一度も別件で逮捕されていなければ永遠に照合の機会が生まれないのだ。つまり犯罪歴がなければデータベースに載らない、その人がどれだけ危険でも記録に残らないということね。そうなのだ。それと並行してこの事件は防犯カメラの普及が進む直前に起きているのだ。もし今と同程度のカメラが設置されていれば犯人の逃走経路は確実に終えたはずなのだ。4人の命がたった数年の技術的な差で守られなかったかもしれないというのは本当に胸が痛いわ。この事件を機に都市部での防犯カメラ設置が急速に進んだことは事実なのだ。つまり宮沢か4人の死が皮肉にも日本の防犯インフラを変えたとも言えるのだ。その変化が次の被害者を救っていると思うと複雑な気持ちになるわ。地域ポリニティの連帯という観点でも問題があったのだ。隣家の節子さんが翌朝ドアをノックするまで誰も異変に気づかなかった。深夜から翌朝にかけての11時間以上完全に孤立した状態で事件が進行していたのだ。核家族化が進んだ都市部では隣に何が起きているか気づきにくくなっているのよね。そうなのだ。宮沢家は祖師ヶ谷公園に隣接した比較的静かな住宅地に住んでいたがそれが逆に犯人にとっての密室を作り出してしまったのだ。完成さが安全を意味しないという皮肉な現実ね。捜査体制の問題として言えば延べ28万人もの捜査員が投入されながら解決に至らなかった背景に初動の遅れと情報共有の不足があったと僕は思うのだ。大峰理事官が2005年に就任して初めて報告書を精読し引き込み不足に気づいたというのは組織として情報が適切に伝わっていなかったということよね。そうなのだ。事件発生から5年が経って初めて初動が甘かったと認識されたのだとすればその5年間に失われた捜査機会はもう取り戻せないのだ。目撃者の記憶も遺留品以外の痕跡も時間とともに消えていく初動の5年は決定的だったわよね。時効という問題も切り離せないのだ。この事件は殺人罪の控訴事項が撤廃される前であれば15年で時効を迎えるはずだったが2010年の法改正により殺人罪の時効は撤廃されたのだ。つまり今でも法的には逮捕できる状態が続いているということね。そうなのだ。時効撤廃という制度的な変化がこの事件を終わらせない支えになっているのだ。逆に言えばもし改正が遅れていれば2015年に事件は法的に幕引きされていたのだ。節子さんは94歳になった今もまだ解決を待ち続けているのはその時効撤廃があったからこそでもあるのね。僕はやっぱりこの事件が未解決のまま続いている最大の原因は初動における自撮り捜査の不徹底と当時の防犯インフラの未整備という2つの構造的欠陥にあったのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。でも加えて犯人が社会の中で見えない存在として動ける日本の都市構造そのものも問い直す必要があると思うの。というわけで今回は
2000年12月30日深夜に東京都世田谷区で起きた宮沢一家4人殺害事件を解説したのだ。どうだったメタン？証拠がこれだけ残されているのに25年以上も解決しないという現実がずっと胸に引っかかっているわ。仮説推論で話した初動捜査の問題や時効撤廃の話は日本の司法と捜査体制そのものへの問いかけだと感じたの。みきおさん、やすこさん、ニーナちゃん、あやくん、4人はあの年の瀬に突然命を奪われ、その声は今も届かないままなのだ。せめて今ここで4人の名前をちゃんと呼びたいのだ。どうかあの夜のことがいつか必ず明らかになりますようにと心から願っているわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。